それでは早速、えのき1袋の下準備から始めていきます。まずは、内藤を握って、袋のまま石突きをカットします。袋ごと切ることで、まな板も汚れなくて便利ですよ。袋から取り出したところ、土がちょっとついていたので、手で取り除きました。土が湿っていなくて、表面にさらっとついている状態であれば、手で取るだけで大丈夫ですよ。土が湿っていて取りにくかったり、衛生面が気になるときは、手早くさっと水にくぐらせるのがおすすめです。えのきは少し細かめの4分割にしました。続いてキャベツ 300g の下準備を行います。何度か使ったキャベツになります。今回は使い切りたいと思います。芯の部分は包丁で V 字に刃を入れて切り取ります。スッと取りやすいですよ。続いてキャベツを断面を下にして安定させたら一口大にカットしていきます。芯の部分は少し硬いので半分にしました。向きを90度くるっと変えて格子状に切るとちょうどいいサイズになりますよ。切り終えたえのきとキャベツを炒めるために IH コンロに持っていきます。フライパンにごま油大さじ1を加えて中火で熱していきます。温まったら軽く揺すってごま油を全体に広げます。それからえのきの石突きに近い部分を手でほぐしながらフライパンに加えていきます。ところでえのきにはえのきタケリノール酸という成分が含まれていて脂肪の分解をサポートしてくれると言われています。えのきの根元部分を入れ終えたらスケッパーを手にしてえのきとキャベツの順に加えていきます。えのきは食物繊維も豊富で腸内環境を整えるのにも一役買ってくれるんですよ。またキャベツにはビタミン U という成分が含まれていて胃の粘膜を守ってくれる働きがあるんです。食べ過ぎやお酒の飲み過ぎが気になる時にも嬉しい食材ですよ。食材を加え終えたら菜箸を手にしてよく混ぜ合わせていきます。調味料を加える前にしっかり混ぜることで食材が均等に熱が通りやすくなり全体がしっかりと絡みます。焼きムラもなくなり綺麗な仕上がりになりますよ。続いて調味料を加えていきます。まず酒大さじ2。酒は食材の臭みを取って旨味を引き立てる役割がありますよ。次に醤油大さじ2。醤油は深いコクと旨味を加えて全体の味をしっかり引き締めてくれます。最後に甜麺醤小さじ1。甜麺醤は甘みとコクをプラスし料理にまろやかな風味を与えてくれますよ。調味料を元に戻したらよく混ぜ合わせていきます。ところでキャベツにはビタミン C がたっぷり含まれていて実は冬の季節よりも春や夏のキャベツの方がビタミン C が多いんですよ。気温が高い時期のキャベツはビタミン C をたっぷり蓄えるからなんです。またえのきにはポリフェノールも含まれていて抗酸化作用が強いんです。この抗酸化作用によって体内の老化を防いでくれるので美容にもいい効果があるんですよ。よく混ぜ合わせたので次は小皿にとって味見をしてみました。調味料がしっかり絡んでキャベツとえのきの旨味が引き立っています。満足な味に仕上がりました。お皿に盛り付けていきます。フライパンから器によそったら調理スプーンと菜箸を使ってきれいに整えていきます。そして最後にごまを小さじ1振りかけて香ばしさをプラス。
これで完成です。キャベツとえのきの旨味がしっかり引き立って、甘辛い味付けが食欲をそそります。ごま油の香ばしさもアクセントになり、バランスの取れた美味しさにできました。えのきとキャベツのピリ辛炒め、簡単に美味しくできました。材料や作り方は動画説明欄に記載していますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。